さて、今回はあまりというか、ほとんどの視聴者が興味を持たないと思う、古いメルセデスのワイパーの修理です。私のチャンネルでは、自分の気の向くままに、古い車の修理記録を残しています。私自身も、車の修理をするときに、他の人の動画等を参考にしますので、情報共有の一助になればいいと思って、YouTube をやっています。この部品は、メルセデス・ベンツ W113、通称パゴダと呼ばれる、1960年頃の車両のワイパーリレーです。先日、ワイパーのスイッチを操作しても、ワイパーが動かなくなりました。このリレーが作動している音は聞こえていました。リレーに通電しても、リレースイッチが切り替わっていません。スイッチを押すと、コイルに通電し、上の棒が下がり、黒い部品を押します。左右に接点が切り替わり、ワイパーモーターに電気を流すか切るかを切り替えています。シーソーのように切り替わる機構の動きが悪くなり、コイルはきちんと押し込んでいるにもかかわらず、切り替わらなくなっているようでした。潤滑油を入れてみました。動かすのにはかなり力が必要です。コイルの力だけでは切り替えられない感じです。まだ硬いです。パーツクリーナーで洗浄しています。下の切り替わる中央の接点をピンセットで持ち上げて奥の部分も洗浄しました。古いベンツの部品はちょっとやそっとでは摩耗限界に立ちないように贅沢に材料が使われています。私はこういう部品を分解して構造を理解するのが楽しいです。切り替え部分の動きが軽くなり、正常に切り替わるようになりました。ワイパーが全く動かないとき、スイッチを押しても、リレーの音がしないときには、スイッチが故障原因でしょう。今回のように、このリレーから音がしている場合には、このような原因も考えられるでしょう。また、シーソー接点が切り替わっていても、接点不良で通電していないこともあります。シーソー接点切り替えで、接点が適正に通電しているかを点検します。黒のクリップがシーソー中央接点端子。赤が向かって左側のシーソー受け側の接点端子です。抵抗値を測定しました。シーソー切り替えで左側端子に通電切り替えが適正に行われました。右側の接点受け側にクリップを付け替えて点検します。適正に機能しています。リレーをケースに戻します。開けるときには金属製のケースの爪をニッパーで曲げました。閉めるときには爪をマイナスドライバーをハンマーで叩き曲げました。こういう爪をきれいに曲げる工具があるのでしょうか？ご存知の方は教えてください。リレーがついているコネクターの受け側の端子の接触不良も考えられます。端子を磨きました。
ワイパーリレーはエンジンルームの左側にあります。ブレーキブースターのすぐ隣の位置です。リレーは車体にネジ1本で固定されています。コネクターを外したり固定ネジを外すためにはブレーキブースターとリレーの間に挟み込まれるように収容されているウォッシャー液のリザーブタンクを取り外す必要があります。ワイパーモーターに電気を流すヒューズの接触不良も考えられますので、ヒューズボックスの蓋を開けて点検します。ヒューズボックスはブレーキブースターの後ろ側のバルクヘッドにあります。ワイパーモーターリレーは2番のヒューズです。特殊な短いスティックヒューズです。左右にヒューズを回して接触を改善させておきます。ついでに全てのヒューズに同じことをやっておきました。適正にワイパーが作動することができるようになりました。ワイパーリレーの作動音です。ワイパーが壊れた時にはこのリレーから音が聞こえているかが原因究明のために重要な参考になります。今回も修理費用はかからずワイパーを修理することができました。